どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前アップした60センチ気候石レイアウト水槽の水草変更動画は見ていただけたでしょうか。まだ見ていないという方は概要欄に再生リストの URL を貼っておきますので、ぜひそちらも見てやってください。前回は大量のパールグラスとロタラマクランドラグリーンをすべて引っこ抜いて新たな水草を植栽しました。そこからスネール駆除のキプラミン投与を行っていく計画だったので、今回はスネール駆除後、水槽がどうなったのか赤裸々に告白していきます。それでは新しい水草を植栽した直後の映像をご覧ください。以前のパールグラスとロタラマクランドラグリーンが植栽されていた水系とは異なり、だいぶ気候石の山岳に焦点が合うようになったのではないでしょうか。とは言っても、新たに植えたウォーターローンはまだまだスカスカですし、後見に植栽したヘアグラスは見えてすらいません。まだレイアウトとして完成するには時間がかかりそうですね。他の有形層がなくなった影響で、ルドビジアスーパーレッドのモサモサが強調されています。それでも全体的にスッキリしたのはいいことですね。と、そんな風にレイアウトの違いだけ話していると、本来の目的であるスネール駆除のことを忘れてしまいそうになります。もともとはキプラミンに耐えられる水草に植え直すことが目的なので、レイアウトの変更は副次的なものです。というわけで、いつものキプラミンを投与していきます。前回の新しい水草植栽の際に、すでに生態は避難済みなので、以前の投与よりもだいぶ気楽です。正直、水草が溶けない保証はありませんが、生態が落ちるのに比べて水草に少々影響が及ぶくらいなら精神的ダメージは少ないです。以前の投与ではパールグラスの悲惨な状況にキプラミンの投与を躊躇してしまいスネールを駆逐し損ねたので、今回は規定量より気持ち多めでがっつりスネールどもを根絶やしにしていきます。その前に行ったスネールバスター効果検証の時に数匹のスネールをサテライト内に隔離しているおかげで効果判定もしやすいです。今回こそは駆逐できるでしょうか。というわけでキプラミン投与11日経過後、だいぶスネールは減りました。目視では確認できないレベルまで減っているので確実に効果が出ています。ただこれで投与をやめるほど自分はスネールに優しくないので、姿が見えなくなったとてキプラミンの投与はやめません。スネールバスターの耐性を得てしまった自家産スネールは子孫ごと根絶やしにしないと世界がやばいです。ちなみに11日後にルドビジアスーパーレッドが結構モサモサになって見苦しくなったのでトリミングを行いました。トリミングした後の下葉を見るとだいぶ状態が悪く、このように貧弱な茎しか生えていないことに気づきました。ルドビジアスーパーレッドは強健な種類ではありますが、トリミング耐性はそこまで高くなく、度重なるトリミングによって弱っていったんでしょうね。ここら辺が植え替えのタイミングだと感じたので、今回は全てのルドビジアスーパーレッドを引っこ抜き、トリミングしたものを差し戻しすることにします。というわけで、ワイルドに手で引っこ抜いていきます。こういう根っこごと有形層を引き抜くときは手でやった方が圧倒的に楽ですね。途中でちぎれたりすると回収が大変なんで、ちゃんと根元から抜くためには手が一番適していると思います。引っこ抜いた拍子におでが舞っていますが、中に存在するのはスネールのみなので全く気にしていません。そんな感じで全てのルドビジアスーパーレッドを抜いた状態がこちら。若干根っこが残ってたりして汚いですね。ということでプロホースできれいにしていきます。今まではキプラミン投与時は同濃度を維持するためにあまり水替えを行っていなかったんですが、差し戻しを行う以上ある程度の換水はする必要があります。ただこの水槽には他に生態がいないため、水替えした分は適当にキプラミンを足せばいいと思ってガンガン水を抜いています。11日間で水草にもダメージが出ている様子は見受けられないので、だいぶ強気な対応です。というわけで引っこ抜いた場所もきれいになったので、
トリミングしたものを差し戻ししていきます。使えそうな刃を選別して同じ長さに切り揃えた状態がこちら。状態は良さそうですし、量も申し分ないです。やっぱルドビジアスーパーレッドは水上で見る方が綺麗ですね。本当は土に埋める部分の刃はカットしておいた方がいいんですけど、めんどくさいんでやってません。皆さんはできるだけ下の刃数枚は落としておきましょう。植栽もぐんと楽になります。ちなみに差し戻しを行う際は結構短めに切り揃えるようにしています。どうせ有形層は1回目のカットで根元付近でトリミングしますからね。というわけで植栽していきます。結構な量があるのでキツキツに詰めて植えていきます。何枚か葉が浮いていますが後でまとめて取ります。よく見ると上下逆さになっているやつが1本ありますね。編集してる時に気づきました。まあ特に問題なかったので見なかったことにしてやってください。やはりルドビジアスーパーレッドのような葉が広いタイプの水草は深くまで植えないと浮力で浮いてきちゃいますね。下葉をカットしてないから余計面倒でした。だいたい自分は下処理をめんどくさがってやらなかった結果、逆に時間がかかることが多いです。今回もそんな感じでしたね。というわけで、すべてのルドビジアスーパーレッドを植栽した状態がこちら。めちゃくちゃすっきりしました。後ろのウォーターローンが茂ってくれれば結構綺麗なんじゃないでしょうか。ただ、ここら辺から気孔石についている苔が目立ってきましたね。こののっぺり苔はそこまでしぶとくはないんですが、放置してると景観を損ねるので、早めに掃除した方がいいです。植栽したルドビジアスーパーレッドを上から見るとこんな感じで、結構密に植えました。定称の入れ替えなどはしていませんが、この水草のことなんで、またすぐにモサモサになってくれると思います。ウォーターローンはこんな感じで、前傾部分はだいぶ厚くなってきました。右側は若干薄めですが、後ろに比べたら立派なもんです。新しく植栽したウォーターローンは浮いてきてるやつもありますが、おおむね問題はありません。頭頂部付近に植栽したウォーターローンもいい感じに茂ってます。この上ら辺で茶色くなってるのは取り損ねたパールグラスです。キブラミン投与のおかげで見事に溶けてきてますね。エアーグラスは割と成長が早く、背丈が伸びて気孔石の影から見えるものも出てきました。というわけで、キプラミン投与17日後の姿がこちら。ついにこの水槽のスネールを完全駆除に成功しました。これ以降一度もこの水槽でスネールは見かけなくなったので、今度こそ根絶やしにできたと思います。長く苦しい戦いでしたが、水草を植え直すという大改革をやったおかげで、大した被害もなく駆除することができました。だいぶ時間はかかりましたが、とりあえず一安心です。スネールがいるだけで3割くらいモチベがそがれるので、これからは 100% のモチベでこの水槽に向き合えると思います。ただ見てもらったらわかる通り若干苔が生えてきてます。キプラミンを投与するとなぜか苔が生えてくるんですよね。調子が悪くなっている水草はないので、やはり多少なりともロカバクテリアに影響があるのかもしれません。全体はこんな感じで、水草も元気な状態でキプラミン投与を乗り越えることができました。そんなハッピーエンドから6日後の状態がこちら。見事にこけました。以前の成果石レイアウト水槽同様青緑ですね。これは苔取り生態がいないことも理由の一つではあると思います。せっかく水槽全体がすっきりしたのに台無しです。先ほどの映像から1週間も経っていないことが信じられないくらい反応してます。ウォーターローンを見てみると全体的に覆いかぶさられており、せっかくの水草の絨毯が苔の絨毯になっています。壁面についている青みどろがたなびく姿はどこか幻想的にさえ感じてしまいますね。これがネイチャーアクアリウムの真髄でしょうか。こんなこと言ってるとガチレイアウターさんに怒られそうなんでここまでにしておきます。上から見るとこんな感じで気孔石にもしっかりついています。葉が細いヘアーグラスはまだマシな方です。植え直したウォーターローンにもしっかりついており、ソイルは心なしか茶苔がへばりついているようにも見えます。というわけでスネールがいなくなってモチベ 100% になった自分が重い腰を上げて人力で苔に挑みます。
まずは壁面についた幻想的な青みどろを ADA のプロレイザーでこすり落としていきます。青みどろは苔界でも最弱なので、軽くこするだけで簡単に取れてくれますね。ただ、こすり落とした青みどろは水槽内に飛散するので、必ずフィルターは止めて、最後にしっかりと水替えを行いましょう。先に水を変えて苔を落とすと水槽内が大変なことになるので気をつけてください。というわけで、モチベ 100% の自分がガチった結果がこちらです。青みどろなんて嘘だったかのように綺麗になりました。ご覧のようにウォーターローンについていたやつも歯ブラシで取り除き、綺麗な絨毯を復活させました。ただ、後ろのウォーターローンは歯ブラシを使うと引っこ抜けてしまうので手つかずです。察しのいい方ならここですでにまた青みどろが生えてくることに気づいていると思いますが、結構頑張ったので一応全体を見せておきます。どうしてもところどころ残ってはいるものの、遠目では確認できないレベルで綺麗にしました。青みどろを取るついでに飛行石についた緑色ののっぺりした苔も取れたのは良かったです。というわけで、ようやくスネールとの戦いに収集が打たれたのもつかの間、苔に侵食されるようになってしまった水槽をお送りいたしました。結果的にこの数日後に青みどろは完全復活しており、手作業で駆除することは不可能だと確信。次回はこの青みどろを除去するために新たな刺客を送り出しますので乞うご期待。どうやって対処するのか気になる方はチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。